ちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。実はですね、こちらこういう封筒が届きまして、何かと言いますと、この企業年金連合会というところからですね、どうやら私新卒で入って3年ぐらい勤務した会社で年金基金に加入していたようで、その請求をしてくださいというお知らせなんですね。全くそれ自分の中で記憶になかったのでびっくりしちゃって、ありがたいことなんですけれども、こういう年金基金請求の手続きのご案内という案内をいただきまして、金額がねいくらになるかっていうのはどこにもこう書いていないんですけれども、加入していた時期も3年間ぐらいなので、そんなに大きな金額にはならないと思うんですね。こんな手紙とですね、企業年金連合会ですね。大した金額にはならないと思うんですけども、ちょっとこれ書いてね出してみたいと思います。年金基金の封筒の中にはこんな書類が入っていました。で、よく読んだらですね、ここに新坂行きと書いてあるんですけれども、企業年金の老齢年金最低請求書ということで、私がこの請求を出すことによっておそらく審査が入るんだと思うんですね。それともう一つ、いよいよ3月20日には62歳になるので、例のこの日本年金機構から来てます特別支給の厚生老齢年金ですね。こちらも年金事務所の方に相談の予約を入れてますので、こちらも記入して準備をしたいと思います。はい、準備ができました。でですね、今ここにちょっと03の電話番号が載ってたので、電話で確認してみたんですけれども、どうやらこれは62歳から支給していただけるそうです。で、金額を確認したんですが、3年間ぐらいしか加入してないので、当然なんですけれども、非常に微々たるものです。でも本当にいただけるのは本当にありがたく、これからずっとねいただけるわけですから、請求させていただきたいと思います。はい、ではないですね。はい。
おけなくなってください。ありがとうございます。わかりました。はい。はい、いろいろ手続きが終わって特別支給の老齢厚生年金62歳から支給されるものですね。で、無事に請求することができました。年金事務所の方は本当に親切でいろいろ時間をかけて教えてくださって、今後ね65歳から年金をいただくかそれとも繰り下げるかっていうところも繰り下げのリスクなんかもよく教えていただいて、いろいろじっくり考えてね、65歳になった時の自分の環境なんかも考えながら、これから先のことをまた考えていきたいと思います。この間草餅を作った時に、よもぎが結構余っていたので、米粉でよもぎを入れて、あと粒あんもね冷凍したのが余ってたのでケーキを焼きました。でこれはローズヒップティーです。ちょっとこんなのを食べながら、よし、一息ついてみたいと思います。どうかな。ちょっと硬くなっちゃったんですよね。ちょっと硬めなんですけど、でも美味しそう。刺さないのかな。見てください。美味しそうです。いただきます。それで年金の手続きが終わった後に、ちょっと用事があってね、区役所にも寄って、法務局にも寄ったんですけども、これなんでそんなことしたかって言いますとですね、この間母と父のね、お墓参りに行った時に、母が突然ね、遺言書を作りたいって言い出したんですね。それで、本当に大した財産はないんですけども、一応弁護士さんのところに相談に行ったら、どうやら弁護士さん通してやってもらうと費用が15万円プラス税、消費税なので16万5千円。弁護士さんに払う費用だけでですね、16万5千円なんですよね。で、プラス公正役場で証書作ってもらうと、何万円かの費用がかかるっていうことになっちゃうんですよね。で、大した財産もないし、自分でやることにして、で、まず法務局に行って、評価証明書とかね、区役所に行って戸籍集めたりして、準備をしました。で、なんでこのタイミングで母がね、そんなこと言い出したのかなってすごい思うんですけれども、なんかこれもね、私が何年先になるかわかんないですけども、ここ出ていかなくちゃならなくなったり、私そういうのあんまり信じる方ではないんですけれども、なんか自分の周りの気っていうんですかね、気が動き出してるような気がしてしょうがないんですよね。今までもずっとそうで、なんか転機があると、自分の意思とか、そういうのとはまた別なところでもうどんどん周りの環境が整っていくっていうような経験を何度かしてまして、今回もね、ちょっとそんなものを感じているんですね。何も先のことわからないのでね、心配と不安なことだらけなんですが、ちょっとこれで、波に乗ってというか、もちろんただ流されるんじゃなくて自分でよく考えながらね、頑張っていきたいと思います。また今後とも見守っていただけると
大変心強くありがたく思います。いつもありがとうございます。じゃあちょっとゆっくりいただいていきたいと思います。